ブラムシ被害の経済的影響とその対策。イントロダクション。アブラムシは農作物に深刻な被害を与える害虫として広く知られています。彼らの活動は収穫量の減少や品質の低下を招き、結果として農業経済に大きな影響を与えます。本動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、アブラムシ被害の経済的影響とその対策について詳しく解説します。アブラムシによる経済的損失。アブラムシってそんなに悪いのだ。どれくらい経済に悪影響を与えるのだ。アブラムシは作物の汁を吸い取ることで植物を弱らせて成長を妨げるの。それにウイルスを媒介するから病気の原因にもなるの。これが原因で収穫量が減少するだけじゃなくて品質も劣化するの。具体的に言うと農家は年間数十億円もの損失を被ることもあるのよ。そんなに大きな損失があるのだ。びっくりなのだ。ある特定の地域ではアブラムシによる被害で年間の収穫量が 20% も減少したことがあるの。それに伴って市場価格も下がって結果的に農家の収入が大幅に減少したのよ。効果的なアブラムシ対策。じゃあ、どうやってアブラムシを防ぐのだ。何か良い方法はあるのだ。アブラムシ対策にはいくつかの方法があるわよ。まず、化学農薬の使用は一般的だけど、環境への影響が心配よね。だから、最近では天敵を利用した生物的防除が注目されているの。例えば、テントウムシはアブラムシの天敵として効果的なのよ。テントウムシって可愛いけど、役に立つのだな。他にどんな方法があるのだ。それに加えて、植物の品種改良による耐性強化も大切ね。耐性のある品種を育てることで、アブラムシの影響を最小限に抑えることができるの。それから、農地の環境を改善して、アブラムシの発生を抑制することも効果的なのよ。持続可能な農業とアブラムシ管理。持続可能な農業って何なのだ。それがアブラムシ管理にどう関係してるのだ。持続可能な農業は環境に優しくて長期的に安定した生産を目指す農業のことなの。アブラムシ管理においても化学薬品に頼らずに自然を生かした方法が求められているの。例えば天敵の利用や生物多様性を生かした農法がそれにあたるのよ。なるほどなのだ。化学薬品に頼らない方法って大事なのだな。他に持続可能な方のっとってあるのだ。例えば輪作や根作といった農法も持続可能性を高める方法なの。これらの方法は土壌の健康を保って害虫の発生を抑制する効果があるの。こうしたアプローチは長期的に見て経済的にもメリットがあるのよ。まとめ。アブラムシによる被害は農業経済に大きな打撃を与えるため、その対策は重要です。化学農薬だけに頼らず、天敵の利用や耐性品種の開発などを組み合わせた、持続可能な方法が求められています。これにより、長期的な視点での農業の安定化が期待されます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。